こんなオペもできないのか？お前は本当に医者か？近郊で発生した大規模な事故の負傷者が一斉に運ばれ、救急フロアは修羅場と化していた。激しい呼吸音、飛び交う指示、廊下には重傷者が担ぎ込まれる緊迫した空気。医師たちですら手に負えないほどの症例が次々と運ばれてくる。ある者は頭を抱え、ある者は声を荒げながら懸命に治療の手段を探していた。そんな中、一人の医師が鋭い口調で若いジョイを責め立てていた。でも私、その症例を一度も経験したことがなくて、まだ執刀の研修が終わったばかりなんです。と、ジョイは弱々しく訴える。それを聞いた医師は、苛立ちで額にシワを寄せ、吐き捨てるように言い放った。君はそれでも医者か？患者が危ないんだろう。だったら、できないなんて言ってる暇はない。僕が全部面倒を見てたらキリがないんだよ。そもそも、自分じゃ無理ですなんて言葉を使う時点で、医師の資格があるのか疑うよ。そんな役立たずはいらない。さっさと立ち去れ。そんな。ショックに揺れる声がかすかに漏れ、肩を震わせる彼女。もう黙って見ていられない。俺は一歩足を踏み出した。俺がオペします。誰もが驚いて振り返る。声の主は、普段は清掃用具を手に病院内を巡回しているただの裏方だったはずの男。手術着など着ていない俺がなぜ手術台へ向かおうとしているのか。お前、ただの清掃員だろう。医者が馬鹿にした顔で俺を見下す。しかし、そんな俺を見た若手の医師が言ったのだ。あなた、もしかして。そして、俺の正体が明かされた時、誰もが驚く衝撃の展開を迎えるのだった。俺の名前は藤沢蓮。桜総合病院で清掃員として働いている。この病院に来たのは数ヶ月前のことになる。都内でも比較的大きな総合病院で毎日何百人という患者が訪れる。俺は夜明けとともにモップや掃除道具を抱え、廊下や病室を丁寧に回っては床を磨いたりゴミを回収したりする。医師や看護師にとっては裏方の仕事かもしれないが、病院を衛生的に保つのも立派な仕事だ。そう自分に言い聞かせながら、日々淡々とこなしている。そんな桜病院に一人だけ圧倒的な存在感を放つ男がいる。エリート医師の久保田孝之。整った顔立ちと爽やかな笑顔を携えて、患者にも看護師にも常に優しい言葉をかける。しかも治療成績も良く、院内の人気はほとんどアイドル並み。外来担当日に行列ができるのは当たり前だ。看護師たちは口を揃えて、久保田先生みたいな完璧な人が彼氏だったらなぁなんて夢を語っている。おまけに彼はメディアにも何度か登場していて、新聞や地域情報誌で特集を組まれることもしばしば。俺も最初は、へえ、なんだかすごい先生がいるもんだな、と客観的に眺めていた。だが、俺と同じ清掃員仲間の佐々木さん、60手前くらいのベテランおばちゃんが、ああいう人ほど裏があるのよ、と、ぼそりと不穏なことを言ったのを覚えている。俺が、あの先生、いつも笑顔でいい人じゃないですか、と言えば、レンちゃんはまだ若いからわからないのよ。人前で笑顔が輝いている人ほどね、奥に何か隠しているものよ。と、妙に含みのある視線を俺に向けてくる。彼女は清掃員として長年ここで働いている。職員の噂にはやたらと詳しいし、見た目以上に洞察力が鋭いところがある。俺は曖昧に笑うしかなかったが、内心、彼女の勘がどこまで当たっているのかは気になった。ある日の午前中、俺が廊下を掃除していた時、ふと奥の談話スペースで若い女医が慌てている姿を見つけた。白石真央、まだ20代後半くらいのシュッとした立ち姿と落ち着いた声が印象的な医師だ。彼女は見るからに真面目で、しかもどこか気品を漂わせている。外科の親衛としてここに入ってきたらしいが、まだ経験は浅いのか、たまに緊張で固まっているところを見かける。そんな白石さんが外国人らしき患者に対して苦戦していた。言葉が通じないらしく、相手も白石さんも困り果てた表情をしている。なんとかジェスチャーで伝えようとしているが、患者も焦っているようで、さらに混乱しているようだ。周りに看護師は何人かいるが、みんなそれぞれ業務に追われていて、すぐに手が回らないらしい。俺は一瞬どうしようか迷った。清掃員の立場でしゃしゃり出るのは目立つから避けたい。
でも、白石さんがどんどん困っているのを見過ごすのも気分が悪い。決心して、モップを壁に立てかけ、そっと近づいた。その患者さん、多分英語圏の方じゃないですよね。服装とか話し方、どちらかというとアジア系の感じがするんで、通訳を呼ぶなら、あそこの多言語サービスに連絡した方が早いと思いますよ。さらりと言った俺に、白石さんは驚いた顔を向けた。きっと、清掃員のあんたが、なんでそんなこと知ってるの？って顔だろう。俺は肩をすくめて、たまたま、そういう知り合いがいて、うちの病院外国語対応で困ったら、このサイトを参考にしろって教えてもらったんです。と、言い訳めいたことを口にする。だが、彼女はまだ、半信半疑の様子だったが、とにかく、キューバしのぎにと、俺の言う通り、多言語サービスに連絡を取った。すると、案外すんなり通訳が見つかり、患者の言語がタイ語だと分かったらしい。白石さんは大きく息をついて、ほっとしたように、ありがとうございます。と頭を下げる。いえいえ、俺は単に清掃員として通りかかっただけですから。と返して、すぐに持ち場に戻ろうとすると、彼女はなおも俺の背中に向かって声をかけてきた。藤沢さんでしたっけ？どうしてそんなこと知ってるんですか？そこで俺は笑ってごまかす。さっきも言ったでしょ。ちょっと知り合いが医療関係にいて、いろいろ耳にするんです。俺は専門家じゃないんで、詳しいことはわかりませんけど。白石さんはしばらく納得できない表情をしていたが、タイ語通訳との連携でバタバタしている間に、そのまま流れ解散になった。それから少し経った後、遠くから、ありがとうございます。と、もう一度言う彼女の声が聞こえた。俺は手を軽く上げて応じた。それで一度は終わったはずのやりとりだったが、そこから不思議なことに、白石さんがこっそり声をかけてくれるようになった。と言っても、最初は、おはようございます。ああ、どうも。くらいの小さな挨拶だ。ほんの一言、二言を交わす程度。それでも、以前までは向こうから声をかけてくれるなんて、想像もしなかったから少し驚いた。例えば朝、俺が掃除用具を抱えて廊下を歩いていると、白石さんが小走りで出勤してくる。すると、ちらりと視線を向けて、ほんの気持ち程度に軽く、会釈してくれるのだ。俺も会釈を返す。それだけのことだけれど、どこかほっとしたような気分になる。なんだか気が合うじゃないの、レンちゃん。白石先生かわいいわよね。そう茶化してくるのは、清掃仲間の佐々木さん。今日も廊下で、モップを持っている俺のそばに立ち、ニヤニヤしながら言葉を投げてくる。いえ、別に、そんな仲良しになったわけじゃ。ただ、挨拶するようになっただけですよ。あんたに？あんたって妙に他人の面倒を見るからね。白石先生も気になるんじゃない？からかわないでください。そんな関係じゃないですってば。そう返しても、佐々木さんは、あらあら、そうかしらね。と、わざとらしく笑うばかりで、結局こちらの弁解には耳を貸してくれない。俺は曖昧に笑い返してごまかすしかなかった。それから数日後、昼下がりの病棟。俺はいつものようにモップを押しながら床を拭いていた。看護師たちはバタバタと忙しそうに動き回り、診察室からは医師の低い声と患者さんの受け答えがかすかに聞こえてくる。そんな慌ただしい空気の中、ふと視線の先に壁にもたれるようにして参考書を読んでいる白石さんの姿が目に入った。白石さんは大きめの本を両手で抱え込むようにしてじっと文字を追っている。首をかしげるような仕草から、どうやら真剣に悩んでいるか、何かを懸命に覚えようとしているのか、いずれにせよ集中している様子だ。これは声をかけるべきか、それとも放っておくべきか。少し躊躇したが、結局俺は足を止めた。理由は単純。彼女の顔色があまり良くなかったからだ。もしかして徹夜明けとかで疲れているのかもしれない。声をかけた瞬間、白石さんはびっくりと肩を揺らした。藤沢さん。びっくりするじゃないですか。すみません。あまりにも集中してるみたいだったんで、逆に気になってしまって。本音を言えば、気になったのは彼女の体調だけじゃない。彼女が手にしている参考書のタイトルにも見覚えがあったからだ。確か、だいぶ古い版が出回っていて、最近新しい改訂版が出たはず。その情報を前に誰かから聞いた記憶がある。でも、清掃員の俺が口を出していい話かどうか、葛藤はあったものの、結局、
その言葉は口をついて出てしまった。その本、古い情報かもしれませんよ。最新版が出てたと思いますけど。俺がそう言うと、白石さんは驚いたように本のカバーをこちらに向けてみせた。薄い水色のカバーには、ずいぶん前の発行年が印字されている。内容が全く時代遅れってわけでもないだろうが、せっかく勉強するなら、新しいデータも合わせて知っておいた方がいいに決まっている。え、これですか？久保田先生にまずはここから覚えればいいって勧められたんです。古いってことはないんじゃないですか？彼女は素直に不思議そうな顔をしながら本の表紙を軽くなぞった。俺からすれば、いや、もともと基礎として使うのはいいとしても、もっと新しい情報を参照しないと、と思うところだが、そこまで断定的に言うとさすがに怪しまれる。清掃員のくせに何を知った風なと呆れられても嫌だから曖昧な微笑みを浮かべながら言葉を選ぶ。まあ、俺も専門家じゃないんで詳しいことはわかりません。ただ、新しい論文とかガイドラインとか日進月歩だと思うんで、合わせて見てみるといいかもしれませんね。白石さんは俺の顔をじっと見つめていたが、やがてふっと目を伏せ、参考書を抱えるようにして声を落とした。確かに、最近はネットでもいろんな情報がありますし、同期の子は海外の資料も読んでたりして、私ももっと幅広く学んだ方がいいのは分かってるんです。でも、久保田先生にそう言われたら、素直に従いたくて。その言葉に少しだけ胸がざわつく。彼女の口ぶりは単なる上司への敬意ではなく、もっと特別な思いを含んでいるようにも聞こえた。俺が黙っていると、白石さんは視線を遠くの壁に向けたまま、ぽつりぽつりと話し始める。私、昔から美人だねって言われると、素直に喜べなかったんです。学生の頃は結構それで得してるって周りからも言われてて、でも外見ばかりに注目されると本当に医師として認められてるわけじゃないんじゃないかって不安というかコンプレックスが拭えなくて。そう言いながら彼女はうっすらと苦笑いを浮かべる。真面目で努力家な人だと分かっていたが、そんな悩みを抱えていたとは想像もしていなかった。確かに美しいことも時には偏見や嫉妬の対象になる。正直、大学に入ったばかりの頃は、見た目だけの女医だなんて闇を言われたり、手術の場でも、君は器用そうに見えないって笑われたりして、それがトラウマで。でも、久保田先生に出会って、少しだけ変われたんです。白石さんは、そこで小さく息をつき、再び参考書の表紙に視線を落とす。久保田先生は、君はしっかり勉強している。誰が何を言っても気にするなって言ってくれました。外見のことじゃなくて、私の努力や知識を認めてくれた初めての先生だったんです。それがすごく嬉しくて、だから今も先生が勧めるなら間違いないって思い込んじゃうところがあって。なるほど。彼女にとっては、久保田という存在は単なる上司以上に、自分の本質を肯定してくれた恩人でもあるわけだ。まさに、救いの手を差し伸べてもらった印象が強いのだろう。先生が勧める本を読むのは大事だと思います。基礎が詰まってるなら、それはそれで損じゃない。でも、もし時間に余裕があるなら、新しい資料を探してみるのもいいんじゃないですか。海外の学会誌とか、図書館にあるかもしれないし、なるべくさりげないトーンで提案する。清掃員らしからぬ発言だが、今更細かいことを気にしても仕方ないと思った。白石さんは小さくうなずいたまま、深いため息をついている。わかりました。もうちょっと視野を広げてみます。それにしても、藤沢さんってどうしてそこまで医療の事情に詳しいんですか？やはり来たかという感じだ。白石さんの瞳は探るようにこちらを見つめている。俺は一瞬言葉に詰まりかけたが、ここで余計なことを喋ってもいいことはない。いつもの言い訳を繰り返すしかない。いや、専門的なことなんて全然知らないですよ。ちょっと医療系の知り合いがいて、なんとなく話を聞くことはあるけど、すみません、紛らわしくて。いえ、こっちこそ変なこと聞いてごめんなさい。でも、ちょっと不思議な人だなって思いました。そう言って、白石さんはまた笑みとも何ともつかない表情を浮かべる。そして、参考書を抱き直すと、この後カンファレンスがあるので失礼しますね。と頭を下げ、廊下の向こうへと姿を消していった。俺は残された廊下に一人立ち尽くし、モップの柄を握り直した。
白石さんが語った美人であることのトラウマというのは、俺には想像しきれない部分もある。久保田先生ね。誰もいない廊下で、俺は彼の名をかすかにつぶやいた。夜の病院は、昼間とはまるで別世界のようだ。人の往来が極端に減り、廊下の照明も少しだけ落とされているせいか、静寂というよりは、どこか張り詰めた空気が漂っている。俺は持ち場を巡回しながら、モップで床を拭いて回っていた。日中はなかなか手が届かない端の方も、この時間帯なら多少は余裕を持って掃除できる。ここ最近、白石さんと話す機会が増えたとはいえ、それでも医師や看護師とは世界が違う。夜の病院で清掃をする俺をほとんどの人は気にも留めない。だからこそ、俺にとってはこのひっそりとした時間が一番落ち着く。はずだったのに、その夜は少し違った。ご苦労様。夜遅くまで大変だね。不意に背後から声をかけられて、思わず心臓が跳ね上がる。振り返ると、そこにはにこやかな表情の久保田先生が立っていた。昼間の見慣れた白衣姿と同じはずなのに、薄暗い廊下に浮かび上がるせいか、その優しげな笑みが妙に際立って見える。ああ、どうも。先生こそ遅くまでお疲れ様です。久保田先生とは普段あまり直接言葉を交わすことがない。人気が高く、常に患者やスタッフに囲まれている彼は、俺のような清掃員と雑談するようなタイプではないと思っていた。けれど今の彼はいつも通りの穏やかな微笑を浮かべ、まるでできる上司が部下を気遣うみたいな口調で話しかけてくる。夜間は慣れないと体力的にきついと思うけど、君たちがしっかり清掃してくれて助かってるよ。衛生面は患者さんにも大事なことだからね。そう言ってもらえるとありがたいです。努めて平静を装いながら頭を下げる。久保田先生は応用にうなずき、俺の持つモップに視線をやると、少しだけ笑みを深めた。だが、そのまま通り過ぎていくかと思いきや、ふと足を止めてこちらを振り返る。ところで、白石くんには僕が勧めた医学書があるんだけどね。君がそれを古いとかなんとか言ってたらしいじゃないか。その瞬間、背筋がピンと張り詰める。まさか、ここで白石さんとの会話を持ち出されるとは思っていなかった。俺が何とか言い訳を探していると、久保田先生は形のいい眉をわずかに潜めて疑問を投げかける。どうして君があの本のことを知ってるんだい？清掃員にしては随分と医学書に詳しいようだけど。いえ、たまたま彼女が病棟の隅で勉強しているのを見かけまして、新しい本の方がいいのかなと思っただけで、別に深い意味はないんです。医療関係の知り合いがいて、少し耳にすることがある程度で、なんとかそれらしく言い訳を並べるが、久保田先生は少しも納得した様子を見せない。そのまま、わずかに目を細めたまま、口角を引き上げる。知り合いがいる？でも、清掃員が医師の勉強に口を挟むのはどうかと思うな。白石くんにも、古いだのなんだのと余計なことを吹き込んだらしいけど、僕はあの本が基礎として最適だと思ったから進めたんだ。外野から下手に惑わされたくないね。最後の方はピシリと空気を切るような口調だった。表向きの柔和さを保ちつつも、その奥に苛立ちが混じっているのがわかる。下手に反論すれば火に油を注ぎそうだと感じ、俺はとっさに頭を下げた。すみません。そういうつもりじゃなかったんですけど、もし先生のお気に障ったなら。いや、もういいよ。何？君たちには君たちの仕事があるんだろう？あまり医療のプロの領域に踏み込まないでくれれば助かるよ。そう吐き捨てるように言い放つと、久保田先生はきびすを返す。先ほどまでの穏やかなエリート医師の雰囲気はどこへやら。その背には隠しきれない冷たい怒りがちらついているように見えた。久保田先生、早く。タクシー待たせてるんだから。そのタイミングで廊下の向こうから派手な服装の女性が手招きして呼びかける。雑誌のモデルか何かだろうか。際立つ化粧と露出度の高い服装が夜の病院には不釣り合いなくらい華やかだ。女性の存在を目にした瞬間、久保田先生の顔にはまたさっきの余裕の笑みが戻った。おっと、待たせたね。今行くよ。そう言うと、彼はまんざらでもない様子で女性の方へ歩み寄っていく。そのまま肩を寄せ合い何事もなかったかのように夜の病院から出て行った。俺はモップを握りしめたまま立ち尽くすしかない。
遠ざかる足音と女性の高い笑い声が廊下にこだまする。結局、久保田先生にとっては、清掃員が何をどう思おうが関係ないのだろう。白石さんがいくら彼を慕っていようと、それは一方的な思いに過ぎないのかもしれない。そんな寂しさと苛立ちがないまぜになった感情がこみ上げるが、今は何もできない。俺は深く息を吐いて、再び床を黙々と拭き始める。夜の静まり返った病院の空気が、いつもより肌寒く感じられた。それから数日が経ち、昼下がりの廊下を掃除していると、白石さんの姿が目に入った。彼女はナースステーションの片隅で資料を開き、何やらメモを取っている。どうやら、例の古い参考書と新しく手に入れたという最新の方を両方参照しているようだ。ちらりと見えるページには、最近の臨床研究で注目されている術式の概要や新薬のデータなんかがぎっしり載っているらしい。こんにちは。白石さんは、あ、藤沢さん。と振り向き、さっと書類を閉じると、恥ずかしそうに視線を落とした。例の本、ちゃんと読み比べてみたんです。古い方は基礎的な理論や手術の原則が詳しく載ってて、確かに役に立ちます。けど、新しい方を見て初めて分かったのは、最近の臨床では合併症を減らすための工夫とか、患者さんの QOL を優先したアプローチがどんどん進歩してるってことでした。知らないままじゃもったいない情報が結構あって、正直びっくりしちゃいました。彼女の言葉にはかすかな興奮が混じっている。まるで新しい世界を見つけた子供のように瞳が輝いているのが印象的だ。しかし、その笑顔がやがて曇るのはほんの数秒後だった。でも、久保田先生に聞いてみたら、そんな難しいことを今の君が追う必要はない。基礎が固まってからでも遅くないって、そう言われてしまって。もちろん先生が言う通り、まずは基礎が大切なんだって分かってるんですけど、私としては、新しい情報を追っておいて損はないんじゃないかって思うんです。先生はいつも正しいことを言ってくださるし、私が伸び悩んでいる時は手を差し伸べてくださった。でもやっぱり、私も自分なりに学べることは全部学びたいんです。そう言うと、白石さんは資料を抱え直して小さく息をついた。久保田先生に否定されたことで、少し落ち込んでいるのだろうが、それでも完全に諦める気配はなかった。その姿が何ともいじらしくて、そして切ない。彼女の瞳には、まだ学びたいという強い意志が宿っているのがわかる。このまま何も言わない方がいいのだろうか。だけど、あの久保田先生の姿を知ってしまった身としては、黙って見過ごすのがどうにもやりきれない。白石さん、実は、久保田先生に関して一つ伝えたいことがあるんです。俺は迷った末に言葉を発した。白石さんは、きょとんとした顔で首をかしげる。自分でも、この行為が彼女を傷つける可能性があると分かっていたが、胸の奥の罪悪感と不安に耐えきれなかった。先生、別の女性と一緒に過ごしているみたいなんです。夜にばったりお二人を見かけました。言ってしまった。一瞬白石さんの表情が固まる。そして、まるで打ちのめされたかのように瞳を伏せると、次の瞬間には唇をきつく結んだ。それがどうしたんですか？声は震えているように聞こえたが、明らかに怒りをたたえているのがわかる。否定するでもなく、ただ静かに感情を押し隠すような口調。その彼女の姿に胸が締め付けられる。もし本気で先生を慕っているなら、こういう話も知っておいた方がいいかと思って。ごめんなさい、余計なこと。俺がそう言い訳めいた言葉を続けようとした瞬間、白石さんは不意に顔を背けた。余計ですよ。私が勝手に先生をお慕いしてるだけです。先生が誰と一緒にいようと、私には関係ありませんので。鋭い声に気をされて、俺は思わずたじろいだ。ああ、そうですよね。と、なんとか言葉を絞り出すが、それに白石さんがさらなる追い打ちをかける。本当に余計なことだと思います。どうしてあなたがわざわざ私に教える必要があるんですか？勝手に踏み込んでおいて、先生の評判を落とそうとしてるみたいで、不愉快なんです。突き刺すような瞳で見据えられると、喉の奥がひりついて言葉が出てこない。確かに、俺は余計なお世話をしただけなのかもしれない。だけど、彼女の肩先がかすかに震えているのを見てしまうと、謝ることすら罪のように感じられた。ごめんなさい。
決してそんなつもりじゃ。だったら、黙っててください。私の気持ちなんて、誰かにとやかく言われる筋合いありませんから。そのまま、きびすを返す白石さんの後ろ姿は、普段のキリリとした雰囲気とは違い、どこか壊れやすいガラス細工のように見えた。なのに、俺は追いかける勇気を持てず、床に落ちた視線を、ただ上げられずにいる。以来、白石さんが俺に声をかけてくれることはなくなった。ふと廊下ですれ違っても、彼女はわざと視線を外すように通り過ぎていく。あれほど熱心に勉強をする姿は変わらないものの、もう俺が近づく余地はないようだ。自分の正義感を押し付けた結果、彼女を遠ざけてしまった。モップを握る手がやるせないほど重く感じられる。結局、何も救えないまま、ただ、徒労感だけが胸に広がっていった。そんな日常に突然、嵐のような大事件が舞い込んだ。ある日、大規模な多重事故が発生し、重症患者が大量にこの病院へ搬送されることになったのだ。救急車のサイレンがひっきりなしに鳴り響き、廊下は担架やストレッチャーで溢れ返る。負傷者の絶叫や看護師の呼びかけが入り乱れていた。もともと緊急事態に備えはしていたはずだが、これほどの大規模搬送を想定したマニュアルは十分とは言えない。スタッフ全員が極限状態に陥り始めている。そんな修羅場のただ中に立っていたのは久保田だった。その名声と実績から誰もがここは久保田先生に任せれば大丈夫と思い込んでいた。実際、彼は大声で指示を飛ばし、周囲も一瞬はさすが先生だと安堵したかに見えた。ところが、患者数が想像をはるかに上回ると、徐々にほころびが出始める。看護師が報告に駆け寄るたびに、久保田の表情には焦りの色が見え隠れするのが分かった。久保田先生、この患者さん外傷が深くて、呼吸も危ういです。子宮オペが必要かと。じゃあ、オペ室に運んでくれ。いや、待てよ。他の緊急手術も詰まってるんだろう。じゃあ、そちらで調整してくれ。苛立ちながら答える久保田だったが、看護師にしてみれば、調整してくれという丸投げに等しい。さらに、新たな担架が運ばれてくるたび、緊急度判定が間に合わない。すべてを久保田に報告しようにも、彼自身も担当患者にかかりきりで、指示系統がバラバラになりつつあった。先生、同時に3人オペが必要です。ドクターが足りません。そんなの、外科医の連中と協力してどうにかやれって。僕ばかりに頼られても困る。声を荒げる久保田に周囲は息を飲む。これまで完璧で頼れるエリート医師のイメージを持っていたスタッフたちは、その表変ぶりに動揺していた。その時、白石さんが血の気を失いそうな顔で駆け寄ってきた。切迫した表情からして、相当深刻な患者が運ばれたのだろう。彼女は一生懸命に、今しがた運び込まれた負傷者の情報を久保田に伝える。先生、この患者さん、内臓損傷の疑いがあります。動脈からの出血もありそうで、すぐにオペが必要です。でも、緊急手術室が塞がってる上に、人手が足りません。じゃあ、君がやればいいだろう。僕だって今別件で手が離せないんだ。外科医の端くれなら、それくらいできるはずだ。言葉は荒くはないが、突き放すような冷たい響きが混じっている。白石さんは言葉を詰まらせ、でも私、その手術を一度も経験したことがなくて、まだ執刀の研修が終わったばかりなんです。と、弱々しく訴える。それを聞いた久保田は、苛立ちで額にシワを寄せ、吐き捨てるように言った。君はそれでも医者か？患者が危ないんだろ？だったらできないなんて言ってる暇はない。僕が全部面倒を見てたらキリがないんだよ。そもそも、自分じゃ無理ですなんて言葉を使う時点で、医師の資格があるのか疑うよ。そんな。ショックに揺れる声がかすかに漏れる。すると、久保田は追い打ちをかけるように冷たい視線を向ける。やっぱり、君は見た目だけの出来損ないだな。どうせこの騒ぎだ。できないならそこで黙って見ていろ。その瞬間、白石さんの目からさっと涙がこぼれ落ちそうになるが、彼女は懸命にこらえる。なぜあの優しかった先生が、こんなにも冷酷な言葉を浴びせるのか。答えが見つからないまま、彼女は立ち尽くすしかできなかった。周囲のスタッフたちも、あまりの剣幕に言葉を失っている。声にならない動揺だけが、痛ましいほどに廊下を覆っていた。一方、救急で運ばれてくる患者は絶えず、スタッフの疲労もピークに達している。オペ室の手配も混乱し、どの患者を先に処置すべきかという優先度すら曖昧な状態だ。
このままでは取り返しのつかない事態になるかもしれない。何人もの重症者が混乱の中で適切な処置を受けられずに、危うい状態に陥るだろう。だが、誰一人として混乱を収められない。スタッフの視線はうろたえるばかりで、患者の命を誰が主導して救うかも見えなくなっている。もう見て見ぬふりはできない。床に散らばった血液や破片を見れば一目瞭然だ。正確なトリアージが行われずに、次々と患者を手術室に運んでも、ただパンクするばかり。このままでは危ない患者を優先できない。すみません。ちょっと失礼します。この事態を目にして、俺はあえて前に出た。清掃員の立場で、医療のプロの領域に踏み込むなんて、本来はご法度だ。それでも、混乱を放置するよりはマシだと判断したのだ。傍らにいた看護師が、驚いたように振り向く。清掃員さん、何を？この患者さん、かなり状態が危険です。あちらの二人も重症レベルが高そうですね。まずはトリアージカードを使って優先度をはっきりさせてください。それから、処置室の割り振りも見直した方がいい。今のままじゃ混乱するだけです。そう言いながら、俺は周囲をぐるりと見回した。まだ動けるスタッフがいるなら、すぐに行動に移してほしい。誰かが指示を出さなければ、どんどん状況が悪化してしまう。白石先生、そちらの患者さんは腹部に深刻な外傷があるみたいです。まずは CT で出血箇所を確認するのが先決だと思います。もし動かせないようなら、簡易的な止血処置を急いでください。はい。戸惑いながらも、白石さんは俺の言葉にうなずき、急いで患者のそばに駆け寄る。周囲の看護師たちにも声をかけ、手早く検査と止血準備を進めていく。オペ室がいっぱいなら、サブの処置室に回しましょう。看護師長さん、軽症者はそちらにまとめて対応できませんか？今残っている病室を臨時で使うのも手だと思います。俺がそう言いながら患者たちのトリアージを進めていくと、周囲のスタッフが次第に落ち着きを取り戻し始める。誰もがこの非常事態をどうにかしなきゃという思いだけで動いているが、指示を出す人間がいないまま混乱していた。けれど今は俺の言葉に従って負傷者を運ぶ看護師が増えてきた。白石さんもひたすら患者のバイタルや止血箇所を確認し、急ピッチで CT へと回す準備を整えている。勝手な真似はやめろ！だが、そんな中で、久保田が鋭い声を上げる。彼は苛立ちを隠しきれない表情で、こちらを強く睨んでいる。まるで、清掃員ごときが医師でもないくせに何を指示しているんだ、と言わんばかりだ。お前は医療のプロじゃないんだろ？こんな状況で指図されて、スタッフが混乱するだけだ。一瞬、周囲が緊張に包まれる。看護師たちは戸惑いの色を浮かべ、俺に助けを求める視線を向けた。最悪、このまま下手に逆らえば、指揮系統が崩壊しかねない。だけど、今更引き下がるわけにはいかない。そう思った、その時。突然、若い医師の一人が、と声を上げた。久保田先生、ちょっと待ってください。その方は、もしかして、海外で活躍していた神崎先生じゃないですか？一瞬、時が止まったような静寂が降りた。若い医師は、恐る恐る俺の顔を見て、以前、海外の医療史の特集で、お見かけした気がするんです。飢餓や内戦で医療体制が崩壊している国で、何百というオペを成功させたって、と、まるで確信を探るようにつぶやく。周囲がざわめく中、俺は歯を食いしばりながら口を開いた。もう逃げ道はない。ここまで来てしまえば、偽名の清掃員という仮面を被り続けるのは難しいだろう。そうです。俺は神崎拓馬と言います。海外で外科医をしていました。だけど、今は清掃員としてここで働いています。理由は後で説明します。まずは患者を救うのが先決だ。どうか、ここは私に協力してください。一斉にざわめくスタッフたち。しかし、彼らの視線は混乱だけでなく、どこか期待を込めてこちらを見つめている。看護師長や若手医師が、わかりました。お力を貸してください。と、戸惑いつつも同意を示した。だが、その場の空気に真っ向から水を差すように、久保田が苛立ちをあらわに声を上げる。協力？バカを言うな！お前なんか信用できるわけないだろ？偽名を使って清掃員を装ってたんだぞ。しかも海外だとか。そんな無茶苦茶な話、誰が信じるんだ？先生、今はそんなことを言ってる場合じゃないです。間に割り込むようにして声を上げたのは看護師長だ。彼女は経験豊富なベテランで、スタッフの状況を広く把握している人物でもある。その看護師長が焦燥感を帯びた瞳を久保田に向けて訴える。
神崎先生の指示がなければ、現場は収拾がつきませんでした。大勢の重傷者を見捨てるんですか？私たちにそんな余裕はありませんよ。混乱の渦中、患者を一生懸命に処置していた若手医師たちも口々に、神崎先生の言う通りに動いている方が、はるかに効率的です。患者を救うのが先決です。と同意を示す。久保田が反論しようと息を飲んだその時、病院の奥から足音が近づいてきた。そこまでだ。いいかね、久保田くん。冷静ながら威厳ある声が響き、全員の視線がそちらに向く。院長の望月が現れたのだ。他のスタッフも駆けつけてきたのか、院長の後ろには数人の看護部長や事務長の姿も見える。院長！久保田が何か言いたそうに目を丸くする。だが、望月は落ち着いた口調で続けた。神崎先生の腕は確かだ。清掃員として偽名で働いている理由は、私もある程度知っている。もちろん正式な手続きを踏んでいるわけではないが、彼には事情があるんだ。ただ、今それを言っている時間はない。今は患者を一人でも多く救うことが最優先だ。私は神崎先生を信頼している。彼に任せよう。その言葉に、久保田は唇を歪めるが、院長の言葉を思い、周囲もそれならば、と大きく息をついた。瞬時に現場の雰囲気が変わり、誰もが今は責め合う時ではない、と理解する。ちょうどその時、また新たな救急搬送が飛び込んでくる。かなり危険な状態らしく、ストレッチャーの上の患者は意識が朦朧としている。その負傷箇所を見るだけで、難易度の高い手術が必要になるとわかる。若手医師が、これ、誰が執刀？とおろおろする。俺がやります。白石先生。サポートを頼みます。俺は迷わず手を挙げたが、白石さんは目を大きく見開いて立ち尽くす。でも私。お願いできますか？白石先生。先日、あなたが見ていた資料の中に、こういう外傷に対応する新しい術式、いわゆるダメージコントロール手術が載っていたはずですよね。腹部に重度の損傷がある場合、まずは短時間で止血と汚染源のコントロールを行って患者の状態を安定化し、それから改めて再建のオペに移るというやり方です。あなたの知識が必要なんです。そう言い切ると、白石さんの瞳が揺れる。数秒の沈黙の後、彼女は強くうなずいた。まるで、もう一度自分の足で立ち上がる決心を固めたかのように、はっきりとした声で、あれですね。わかりました。と答える。よし。ではすぐに、オペ室を確保しましょう。看護師長さん、手術道具と輸血の準備を頼みます。院長や若手医師、看護師たちも次々と動き出し、あれほど混乱していた現場が一気に緊張と秩序を取り戻していく。白石さんはまだ動揺を隠しきれないまま、それでも力強い眼差しで、俺と一緒にストレッチャーの患者へ向かって駆け出した。絶対助けましょう。廊下の向こうで、苛立たしげに立ち尽くす久保田の姿がちらりと見えたが、今は彼を気にしている暇はない。目の前には緊急の患者がいる。騒然とした院内に響くアラート音とスタッフの呼び声。その中心で、俺と白石さんは医師として、一つの命を守るべく、意を決する。ここで成功しなければ、すべてが台無しになる。今はただ、祈るような気持ちで、手に握ったメスを見つめ、息を整えるしかなかった。白石さんの補助のもと、実際のオペは、俺が主導する形となる。傷口は深く、出血も多い。海外の、もっと過酷な環境で磨いた経験を総動員して、いかに短時間で出血箇所を特定し、体力を温存したまま、次の段階に持ち込めるかが勝負だ。白石さんの的確な補助は、先日まで勉強していたダメージコントロール手術の知識を最大限に活かしているのがわかる。彼女は震えを抑えながらもしっかりと必要な器具を差し出し、血圧や酸素飽和度を確認していく。長く苦しい時間の末、なんとか最初の手術を終えた時、患者の呼吸は安定しだしていた。続けて搬送される重症患者が次々とオペ室に運ばれてきて、俺はそのまま立て続けに手術を担うことになった。白石さんも汗だくになりながら、俺のサポートに奔走した。そんな彼女と、他の若手医師や看護師、看護師長たちの連携も次第に噛み合い、どうにか山場を乗り切ることができた。混乱が収まる頃には日が沈んでいた。廊下には床に倒れ込むように座り込むスタッフたちの姿があちこちに見える。みんな疲労困憊だが、幸い大きな犠牲は出なかったようだ。俺も壁にもたれるようにして息をつき、目を閉じる。すると、足音が近づいてきた。
いや、見事だったね。おかげで大事故の割に、被害を最小限に抑えられたよ。ありがとう、神崎先生。声をかけてきたのは院長だ。俺はぐったりした体を起こし、いえ、院長が俺のわがままを見逃してくれたおかげです。少しでも恩返しになれたなら嬉しいですよ。と頭を下げた。正直、偽名のまま潜り続けるのは無茶があると思っていたが、最終的には院長が黙認してくれたからこそ、今ここにいられる。すると、そこへ苛立ちを隠せない様子で久保田が割って入る。手術が終わったなら、さっさと清掃員に戻れ。まったく、これ以上厄介事を起こされたら困るんだよ。その言葉には、エリート医師としてのプライドが滲んでいた。生地俺が結果を出してしまった分、気に食わないのだろう。もっとも、それも想定の範囲内だ。俺は軽く肩をすくめてから、静かに視線を久保田に向ける。もう、この病院にいる理由もなくなりました。清掃員として、施設の隅々を巡回し、すべてのデータやカルテを見ることができましたから。俺が淡々と言い放つと、久保田は目を丸くして、何？と短く反応する。まさか清掃員の身分で、医療記録まで見て回っていたとは、思いもよらなかったのだろう。実は、今から10年前、この病院で一人の患者が亡くなりました。その子の名前は、神崎美咲。まだ若くて、家族も手術をすれば助かると信じていた。でも結局、帰らぬ人となってしまったんです。そこまで語ると、久保田はさっと目つきを変え、額に手をやりながら顔をこわばらせる。まるで嫌な記憶を思い出そうとするのを拒むかのように、指先でこめかみを押さえている。お前、まさか、その神崎って、まさかお前が。そうです。俺は神崎美咲の兄、神崎拓馬。妹が亡くなった当時、俺は医療の知識を何一つ持たないただの家族でした。あの時、あなたは手の施しようがなかったとだけ言い、具体的な説明もないまま、妹は病室を出られずに行ってしまった。俺はどうしてもそれが納得できなかったんです。そこでまず、医師の資格を取り、それでも足りないと思い、妹が患っていた病気や術式の研究が海外の方が進んでいると聞いて、真実をつかみたくて、向こうでも医師免許を取得しました。そして、あなたに悟られないよう偽名を使って、この病院に潜り込んだんです。すべては、あの時の本当を明らかにするために、淡々と告げられる言葉に、久保田の表情は青ざめていく。まだ院内には、救急搬送の余波が残り、スタッフたちは行き交っているが、この場だけは静まり返ったように感じられた。あれは事故だった、とあなたは言うでしょう。確かに、合併症や予想外のリスクはあるかもしれない。でも本当に仕方なかったのか。そこに過失や不正がなかったのか。俺は確かめたかった。だから清掃員として、あらゆる記録に目を通し、看護師や他の医師たちからも話を聞いたんです。そして、決定的な怠慢の証拠を見つけました。妹のカルテを改めて確認したら、一部が改ざんされていた。もともとあった血液検査の結果が、新しい数値を上から貼り付けられる形で差し替えられていたんですよね。その偽装が完璧じゃなかった。わずかに残ったインクの跡と発行日付のズレ。あと、同じ病棟にいた看護師が、主治医が異常なしと記録するよう指示したと言っていました。あの時、本来ならすぐに手術できるだけの準備が必要だったのに、あなたはまだ大丈夫だと判断を引き延ばした形跡がある。合併症やリスクを理由にするのは簡単です。でもその裏で、あなたは一度本当の検査結果を見て、即時オペの必要性を理解していたはず。もしあの時、手を打っていれば、妹は助かっていたかもしれない。結果的に取り返しのつかない状態になってから手術に踏み切った。これが事故と呼べるものでしょうか。あなたは自分の過失を隠すために診療記録を偽装し、家族にも事実を伝えなかった。妹は帰らぬ人となり、俺たち家族は置き去りにされた。それを事故なんて曖昧な言葉でごまかさないでほしい。あれは明らかな怠慢と偽装工作の産物です。もう言い逃れはできませんよ。そんなことは、でたらめだ。久保田が顔をこわばらせたまま、弁明ともつかない声を絞り出すが、俺はさらに追い打ちをかけるように言葉を重ねる。妹のことを調べるうちに、あなたの不正や怠慢はこの一件だけじゃないと分かったんです。カルテの改ざんはもちろん、不要な検査や投薬で利益を得ようとしていた疑惑まである。久保田が苦し紛れに声を上げるが、院長はさらに詰め寄るように言葉を重ねた。
神崎先生から受け取った証拠資料を確認させてもらったよ。決定的なカルテの改ざん記録や上層部との不自然な金銭やり取りの痕跡がある。これ以上は言い逃れできないぞ。久保田くん、実は以前から君に関するよからぬ噂は耳にしていたんだが、いかんせん確たる証拠がなく手を打てずにいた。そんな折、神崎先生の件を知り、彼に協力を仰いだというわけだ。今証拠は出揃った。私ももう見過ごすわけにはいかないよ。それを聞いた久保田は完全に顔面蒼白になる。もはや逃げ道はなく、院内の多くの視線が彼に突き刺さる。自分が暴走していた時は、スター医師として好き放題に振る舞っていたのかもしれない。しかし、今は誰一人として彼に味方しようとしなかった。廊下には張り詰めた静寂が訪れ、誰もが何も言えないまま久保田を見つめていた。院長は淡々と職員たちに指示を与え、久保田くん、詳しい話は別室で聞かせてもらう。と告げる。そうして、久保田は呆然としたまま、闇に飲み込まれるように連れられていった。そして、俺は力が抜けたように壁にもたれかかる。白石さんや看護師たちが複雑な表情でこちらを見ているが、今はうまく言葉が出ない。院長が静かに近づいてきて、そっと肩に手を置いた。神崎先生、ありがとう。あなたの存在が病院を守ったとも言える。妹さんのことは本当にすまなかった。どうか少しでも心が報われる日が来るといいんだが。俺はかすかに笑って、そうだといいですね。とだけ答えた。久保田が連れられて行った後、病院内ではすぐに彼の行為に関する調査委員会が立ち上がった。改ざんされたカルテや患者への説明不足、不要な検査の強要といった問題行為の数々が次々に明るみに出るにつれ、スター医師と呼ばれていた男の評判は一気に地に落ちる。最終的に病院側は久保田の退職を認める形になったが、医師会や行政機関への報告も義務付けられ、彼に対する厳しい処分は避けられない情勢となった。院内では、あれだけの地位と名声を得ながら全てを失ってしまうなんて、と驚きと落胆の声が交錯するばかりだ。その一方で、大混乱の収束からいくらか時間が経ったある日、院長が改めて俺を呼び止めた。スタッフルームの隅で大げさに頭を下げたかと思うと、深いため息混じりに口を開く。神崎先生、私も妹さんのことは本当に申し訳なく思っています。あの子を救えなかった責任の一端は病院の管理体制にもあると思う。どうか少しでもあなたの気持ちが報われるようにしたい。つきましては、正式にここで医師として働いていただけないだろうか。あなたの腕は本物だし、病院にとっても大きな支えになる。今は痛手を負った状態だからこそ、あなたの力が必要なんだ。院長は心からの頼みだというのが伝わってくる口調で、しっかりと俺を見つめている。海外で実績を積み、清掃員の仮面をかぶってまで病院に入り込んだ自分。目的は果たし、妹の無念を晴らした。しかし、その先に何があるのかまではまだ見えていない。ありがとうございます。ただ、少し考えさせてください。俺は長い間、復讐のためだけに生きてきたようなものなので、その目的が終わった今、正直何をすればいいのか。院長は分かったと短く答え、去っていく。その背中を見ながら、胸の奥にやるせない空虚感が広がっていくのを感じた。そんな俺を廊下で待ち構えていたのは清掃のおばちゃん、佐々木さんだった。モップを手にニコニコしながら近づいてくると、あんたやっぱりただものじゃなかったわね。と笑い声を立てる。それにしてもお医者さんだったとは驚いたわ。まあ私、あんたの雰囲気でどこか普通じゃない気はしてたけどさ。でもこれからどうするんだい？そうですね。妹の件も一応ケリがついた。久保田も処分されるだろうし、正直、復讐が終わってみると、なんだか虚しいだけですね。心に穴が開いたみたいで。自重気味に言う俺に、佐々木さんは顔をしかめ、バカ言ってんじゃないよ。と言いながらも、どこか優しい目で叱咤してくる。妹さんの無念は晴れたかもしれないけど、あんたはまだ生きてるでしょ。これで終わりにするなんてもったいないわよ。腕があるんだから、別の誰かを助けたっていいじゃないの。妹さんも、きっとあんたが医者として活躍してる姿を見たいはずだよ。そうかもしれませんね。返す言葉はどうにも弱々しくなるが、佐々木さんの気遣いが胸に染み渡る。確かに、妹のためだけに積み上げてきた力を、今手放してしまうのは、
本当にいいことなのか。院長に頼まれたように、ここで医師として働くのも一つの道だろう。そんな考えがちらりと頭をかすめる。歩き出そうとしたところ、佐々木さんはモップを一振りして、いつものように屈託のない笑みを浮かべた。まあ、ゆっくり考えな。あんたはこの病院を救うほどの腕があるんだから、無駄にする手はないよ。ほら、いつでも戻っておいで。あたしが廊下、ピカピカにして待ってるからさ。その気さくな言葉に、つい小さく笑みがこぼれる。復讐という大きな目的が果たされ、心に大きな虚無を抱えたままだけれど、まだ歩むべき道は残されているのかもしれない。そんな思いがほんのりと胸を温める。その時、不意に白石さんが病棟の隅から姿を見せ、俺のそばへと近づいてきた。少しだけ戸惑ったような表情で、ちょっとお話いいですか？と声をかけてくる。ええ、もちろん。俺たちは近くの休憩所へと移動した。白石さんは一度息を整え、真剣な面持ちで口を開いた。まずは、神崎さんに謝りたくて、あの時、ひどいことを言ってしまいましたよね。あの時？はい、久保田先生の、その女性関係のことです。よく考えたら、神崎さんは私のためを思って教えてくれたのに、私はあの時すごく動揺してしまって、久保田先生を慕っていたから、彼を悪く言われるのが嫌で、悔しくて。その声ははっきりしているが、どこか震えも混じっている。彼女がどれほど自分を責めていたのかが伝わってきて、胸が痛む。俺は首を横に振り、小さく息をつきながら答えた。とんでもない。あの時は俺の方こそ、デリカシーがなかったと思います。余計なことを言ってしまって、気分を害させたのは事実ですし。いえ、私が悪かったんです。久保田先生を盲信していたわけじゃないけど、神崎さんの忠告を受け止められなかった。白石さんは自重気味に苦笑して小さく頭を下げる。俺もいたたまれない気持ちで、もう過ぎたことですから、と言いながら彼女の気持ちに寄り添うように少しだけ声を低めた。すると白石さんはふと顔を上げ、意を決したように俺を見つめる。それと、もう一つお聞きしていいですか？神崎さんって、神崎美咲さんという妹さんがいらしたんですよね。俺は一瞬、胸がぎゅっと締め付けられたように感じた。妹の名前を他人の口から聞くこと自体、まだ慣れていない。ええ、美咲です。俺の大切な妹でした。やっぱり、実は私、妹さんと会ったことがあるんです。まだ私が医学部生の頃、塾でバイトをしてて、そのクラスに美咲ちゃんがいたんです。すごく優秀で、理系科目も得意だし、何より明るくて、だから体調が悪いと聞いたときは、心配で仕方なかったんですけど、彼女の声が少し震え出す。俺は無意識に息を詰めていた。妹が通っていた塾の先生が白石さんだったなんて、まるで縁の糸が繋がったような気がして、言葉も出ない。美咲ちゃん、体が弱いから家族に心配ばかりかけているっていつも気にしてましたよ。だから頑張って勉強して、いい大学に行っていい会社に入って、少しでもみんなに恩返ししたいって。特にうちのお兄ちゃんは本当にシスコンで困っちゃうんですけど、でも私が元気になれば一番喜んでくれるんです。だから早く回復して安心させてあげたいんですって嬉しそうに話していて。白石さんの言葉を聞くうちに、俺は喉が詰まるような感覚に襲われる。妹がそんな風に考えていたなんて知らなかった。ずっと無邪気に笑っているだけだと思っていたけれど、実は誰よりも家族のことを大事にしていたのだ。知らず知らずのうちに目尻が熱くなり、視界が滲む。こらえようとするが、胸の奥がキュッと締め付けられて、どうしようもなく涙がこぼれそうになる。ごめんなさい、神崎さん。変に思い出させちゃったかも。いえ、むしろありがとうございます。あいつがそんなことを考えていたなんて、なんでもっと早く気づいてやれなかったんだろうって、自分が情けなくて。俺は言葉を詰まらせて、その場に膝をつきそうになる。白石さんは慌てて手を伸ばし、支えるようにそっと背中へ手を当てた。彼女の表情もまた泣きそうに揺れている。神崎さん、時間がかかるかもしれませんが、よかったらもう少しだけ医者として一緒に働きませんか？美咲ちゃん、誇りに思っていたお兄さんが医療の世界で誰かを救う姿をきっと望んでいるんじゃないかなって私思うんです。その言葉はまるで俺の心の一番深いところへ響く。俺は
ここに復讐のためだけに来たつもりでした。妹を失ってからずっと、そのことだけが生きる理由だったんです。でも、それが妹の夢だったわけじゃないですよね。きっとあいつは、もっと俺が前を向いて生きてくれる姿を見たかったはずで、白石先生、ありがとうございます。こんな姿のままじゃ、妹に合わせる顔がないですよね。だから俺、医者としてちゃんと前を向いてみようと思います。そうつぶやいて目を上げると、白石さんは涙を浮かべながら微笑んでくれた。その笑顔に応えるように、俺も少しだけ口元を緩めた。それからちょうど1ヶ月。俺は神崎拓馬という本来の名で、桜総合病院の医師として正式に働き始めた。長い間、清掃員という仮面をかぶって潜り込んでいた病院に、今は堂々と白衣をまとって出入りしている。最初はまだ違和感が拭えなかったし、周りのスタッフも少し戸惑っていたようだけれど、院長が、彼こそがこの病院に必要な戦力だ。と力強く紹介してくれたおかげで、徐々に医師仲間として受け入れられるようになってきた。俺が少しでも腕を振るうたびに、清掃員だと思ったら、実はスーパードクターだったのか。なんて、半ば冗談めかしてからかわれることもあるが、彼らなりに心を開きつつある証拠だろう。とはいえ、病院での生活は忙しい。救急搬送が立て込んだ日は、気がつけば朝を迎えていることも珍しくない。だが、そんな時に心を支えてくれる存在がいる。白石さんだ。彼女とは大事故対応をきっかけにして、急激に距離が縮まった気がする。その日も、俺たちは忙しい救急対応からようやく解放され、夜勤明けの静かな病院を並んで歩いていた。廊下にはもう人影がまばらで、遠くには看護師のカートがわずかにきしむ音だけが響いている。白石さんは疲れたように肩を落としながらも、不意にほっと息をついて、ちらりとこちらを見上げた。やっと一段落ですね。お疲れ様、神崎先生。そうですね。長かったけど、なんとか乗り切れましたね。会話はこれだけ。なのに、彼女の声には、どこか照れが混じっているように感じる。少し前までは、お互いの意見がぶつかったり、病院の騒動に振り回されていたりしたはずなのに、今はこうして自然に並んで歩いていることさえ、なぜか心が落ち着く。ねえ、神崎先生。白石さんが唐突に、けれど、どこか勇気を出したような小姉で話しかける。気がつけば、彼女は少しだけ距離を詰めて、俺の袖口を軽くつまんでいた。思わずドキリとしてしまうが、声を荒げるのも変だと思い、はい、と、ごく短く返す。もし今週末、時間があったら、どこかで一緒に食事しませんか？いや、これって別に深い意味じゃないんですけど、うち来週は夜勤が少し落ち着くみたいだから、久しぶりにゆっくり外でご飯食べたいなって思ってて。やや早口で喋る彼女の方が、ほんのり赤く色づくのが、廊下の照明の下でもはっきりわかる。緊張しているのは自分だけじゃないんだと気づき、俺も小さく唇を噛んだ。復讐心に駆られていた頃なら、想像もしなかったシチュエーションだが、今、胸の中に浮かんでいるのは、奇妙な嬉しさだ。あ、もちろん都合が悪ければいいんですよ。この病院だと急に呼び出しとかあるし、ただ、もし余裕があるなら、ちょっとどうかなって。急に口数が多くなり、逃げ場を探すように視線を泳がせる白石さん。それがあまりに可愛らしく見えて、思わずこちらも笑みがこぼれる。いえ、俺は大歓迎ですよ。もし何もなければ、ぜひご一緒させてください。ゆっくり話もしたいし。短い返事でも、彼女には十分に通じたのだろう。白石さんはパッと顔を明るくして、じゃあ、改めて日程合わせましょうね。と控えめにうなずく。そこでようやく袖口を掴んでいた彼女の指先が離れた。廊下の先からは看護師が、お疲れ様です。と笑顔で通り過ぎ、俺たちの間を冷やかすような視線を向けていくが、今はそれも全く気にならない。二人の間に漂う空気は、さっきまでの疲弊や緊張とは違って、どこか柔らかい温度を持っている。じゃあ、上がったら連絡しますね。はい、よろしくお願いします。そう交わして小さく会釈するたびに、ささやかな高揚が心を満たすのを感じる。医師として歩む道は、この先も決して平坦ではないだろう。けれど、力になってくれる仲間がいる限り、俺は何度だって立ち上がれるはずだ。大切なのは、自分の痛みや怒りを閉じ込めるのではなく、それを誰かのために動く力へと変えていくこと。その学びが、これからの俺を支えてくれるはずだ。